おはようございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。本日はこれ。ギブソンのお家芸とも言えるこれ。ネックバインディング、指板バインディングの、フレットの端っこの部分ですね。ギブソンのオリジナルは必ずこうなってます。で、これに関して、前ギブソンのフレット交換をした動画をアップしてるんですけれど、そこのコメント欄にですね、あれギブソンのこのバインディング削れちゃってるじゃんみたいな、そんなコメントも2、3あったんですよ。これは、最初に言わせていただきますが、フレット交換をする場合に、ここのバインディングの部分っていうのは必ず消えてしまいます。それは仕方ありません。で、なぜそうしなければいけないのか、それを今日は説明をしていきたいと思います。まず最初にフレット交換をする際の手順ですよね。古いフレットを抜いていって、で、それから、指板面の修正を行います。指板面っていうのは、多かれ少なかれ必ず R もそうですし、直線性もそうなんですけれど、必ず狂ってるものなんですよ。なので、フレットっていう邪魔物がなくなった時点で、一旦その指板面をきれいに精度よく鳴らす必要があるんですね。で、その作業を指板修正って言うんですけれど、この指板修正っていうのは 100% 必ず必要です。人によっては、ちょっとささくれた部分とか、フレットが打ってあった部分のこのデコボコをこう軽く磨いて、こうササササってやって、で、新しいフレットをポン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 って打ってるっていうようなリペアマンの記事とかそういうのも見かけるんですけれど、それは私にとってはダメです。で、指板修正を完璧に行った上で、初めて新しいフレットを打っていって、最後に、微妙なごくごくわずかなフレットの高さのばらつきを今度すり合わせで、調整して修正してで完成ってなるんですね。で、問題はですね、その指板修正っていう作業の際にこのギブソンのここの部分っていうのは邪魔以外の何物でもないんですよ。ここは削らざるを得ないということなんですね。まずじゃあこちらをご覧ください。ギブソン社の製造工程の一部なんですけれど、ギブソンのお家芸であるこのバインディングをどうやって作るかっていう方法なんですが、まず指板面の状態にフレットを打ちます。で、フレットを打った後に今度そのフレット出っ張りを削って、で、その後に、バインディングを接着して、接着した後に今度そのバインディングを削っていくんですね。このように。新品のギブソンのレスポールとか指板面をこう光に照らしてこうよーく見てみるとわかると思うんですけれど、この指板の端の部分っていうのはわずかに、年代によってはものすごくこうあからさまに傷があるんですよ。こんな風な傷ですね。ちょっとこうわずかにしか確認できないかもしれませんが、この傷は何かっていうと、先ほどのような製造工程上ついてしまう傷なんですね。で、私がこうやってその製造工程を真似てやった場合に、もういかにもギブソンらしいこういうラフな感じの傷が残りました。まさにこれギブソンチックな指板面って感じですね。で、このような製造の工程を経て、ギブソンのお家芸であるバインディングは出来上がるんですね。で、それ裏を返すと、じゃあフレット交換の際に、バインディングを再現さすってことは、バインディングの交換まで必要になってきてしまうんですよ。で、たかだかフレット交換のために、そのバインディングをじゃあ、交換するかって言ったら、そんなことはしませんよね、普通。では、続いてこのギブソンのお家芸であるこのバインディングのデメリットについて話していきたいと思います。
Uh-oh. ギブソンあるあるですよね。このフレットとバインディングの隙間に弦が挟まってしまうっていう現象。以前何回か直したこともあるんですけれど、この部分にエポキシ樹脂とかを入れて、ただ全然効果ないですね。やった瞬間は効果あるんですけれど、もうほとんどもうほんの1ヶ月2ヶ月ぐらいで、また再び溝が開いてきてしまって、ギブソンのこのお家芸のデメリットの一つですよね。それからもう一つ、大抵この指板のバインディングの部分、樹脂の部分っていうのは、経年変化によってだんだんこう縮んできます。これが指板面だとして、これフレットですね。で、ここがバインディングなんですけれど、ちょうどこの部分が、だいたい年月が経ってるレスポールのギターっていうのは、ちょっとこういう風に痩せてきて、ここに段差ができてたりするんですよね。で、もし仮にですよ、これを、このバインディングのこの部分を残したまま、フレット交換しようとしますと、今ちょっと指板修正の話は置いときますね。この部分を残したまま、フレットを慎重に抜いた画像がこれです。ほんのちょこっとこう出っ張ってますよね。指板修正は話は置いといて、新しいフレットを、もし仮にこの状態で打って、この部分を平坦にしようと思うと、せっかく新しいフレットがこれだけの高さがあったとしても、ここの部分の高さに合わせようとするのであれば、一番端っこをここまで削んなきゃいけないんですよ。せっかく新しいフレットを打ったにもかかわらず、端っこの部分っていうのは低くなってしまいますし、で、それはイコールどういうことかって言いますと、全体的なこの R、この R も歪になるってことですよね。なので、この部分からしても、ここを残すってことはできないんですよ、そもそも。で、じゃあ仮に、どうしてもここを残したいっていうのであれば、まずこのバインディングの部分を新品に変えなきゃいけないですよね。わざわざフレット交換のために指板バインディングを一旦剥がして新しいものに貼り替えて、物理的には可能かもしれませんが、当然ネック裏の塗装とかも絡んできますし、ものすごい技術量になってしまうんですよ。現実的ではないですよね。で、この件に関して前からお付き合いがあるスリークエリートさんにちょっと聞いてみました。問題は指板修正をする際にこの出っ張りに何も手をつけずに指板修正を 100% 完璧にできるかどうかが肝なので、その部分においてプレックを使ってできないかっていう相談をしてみました。で、こんな回答が来ました。バインディング部分を残したままフレットの溝切りなどは可能ですが、プレックっていうのはフレットの溝切りに関してもできるんですよね。指板修正の場合は、全面切削を行うので、基本的にはバインディングのみを残すことはできません。ということです。切削するのを指板中ほどのみに限定すれば可能性はあると思います。という返答が来ました。なので、プレックっていう機械を使っても、ここの出っ張りを残したまま、指板面全体をきれいに指板修正を行うっていうことは不可能なんですよね。スリークエリートさんもギブソンのお家芸であるバインディングを残したままフレット交換をすることっていうのは、不可能だというご意見でした。あとそうですね。ギブソンのフレット交換をする際に、注意しなければいけないのは、指板修正の時の話なんですけれど、全面をきれいにならす必要はないです。あくまでフレットが乗っかってる部分の面だけきれいに R が整えれば大丈夫ですね。製造工程上、この部分っていうのは凹んでることになるので、その凹んでる部分っていうのは当然ながら R も違うんですよね。両端がこう削れてますから。で、その削れてる部分まで綺麗に平坦にしなくていいということです。あくまでフレットが乗っかってる部分の曲面 R が整えればそこで OK です。指板修正はそこで完了で OK です。
はい。ということでまとめます。ギブソンのお家芸であるこのスタイル。ギブソンというメーカーが昔から私のデザインはこうですよっていう伝統の部分で見ればいいと思うんですけれど、実際のプレイアビリティとかそういった面からしてみればデメリットしかないと思います。で、当然ながらフレット交換する際にこの部分は消えてしまいますし、消えざるを得ませんし、バインディングがある分だけフレットの有効面積も少なくなりますよね。その分からもデメリットですよね。で、今回私もプレックだったらできるんじゃないかなっていうふうにちょっと思ったこともあるんですけれど、プレックを使っても無理ですっていう回答を得られたので、その辺もすっきりしました。人によっては、フレット交換する際にここの部分残さなきゃいけないんだよみたいにね、そういうふうに考えてる方いらっしゃると思うんですが、まあ多分少数派だと思うんですけれど、それはですね、できません。今一度今日ご紹介した、製造工程とか、そういう部分を考えてみてください。で、フレット交換をする際に必ず指板修正が必要ってことも考えてみてください。そういう諸々のことを考えると、フレット交換をしてしまった場合には、ギブソンのこのお家芸であるこのデザインっていうのはなくなってしまいます。はい、以上です。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。それでは。